連日世間を賑わしているフジテレビ問題ですけれども、ほとんどの会社がソフトバンクも降りたとかってね、大量に出向している会社が CM を降りるってことはやはりずっと私が問題点としていたテレビ局というのが広告一本足打法、CM 一本足打法であるっていうところが問題なんだと。もっとサブスクリプションの収入とかそういったものをですね、重視しなければいけなかったんじゃないかと。そういうふうなお話をしておりましたけれども、まさにその通りになっているっていうような状況でございます。さらに悪いことにですね、テレビ CM というのはですね、4月からね、半年とか1年の契約をするらしいんですけれども、それの交渉をやるのがちょうど2月らしいんですね。それまでに第三者だけの委員会ではなく、第三者が入ったちょっと中途半端な内部調査委員会の報告が行われるとは到底思えないので、そうすると多くの会社さんがですね、テレビ CM に及び腰になる。当然ながらこれ多分、中居正広さんの性加害疑惑のお話から発端になってるので、特に消費者向け、主婦向けとかですね、こういったところに商品を出しているようなメーカーさんとかですね、小売業とかそういったところはですね、影響を緩和してですね、慎重にならざるを得ないというか、契約を更新しないってことですね。簡単に言うと。最初は多分スポット CM とかどんどんなくなってるわけですけれども、タイム広告といって番組提供広告ですね。そういったところが、2月の契約交渉で、当然ながら今のフジテレビと契約するっていうのは、法人向けはともかく、個人向けに商品を売ってる会社としては、致命的なダメージを食らってしまいますので、広告出しても意味ないじゃんって話になるので、フジテレビには出さないと判断を下す可能性が非常に高いんですね。なので、もっとひどいことになってしまう可能性っていうのは出てくるのかなと。冷静に分析するとそういう風になります。なので、多分営業の方とかは、クライアントさんへの挨拶回りというか、謝罪行脚で大変だと思うんですが、状況は改善する見込みはあんまりないのかなっていう風に思っております。もともとですね、もう一部の会社では温度メディアをですね、すごく力を入れて、例えば元ネスレの高岡社長なんかとお話をすると、いやいやもうキットカットなんてとっくの昔に CM やめちゃったよと、また高岡さんいなくなって復活したような話も聞くんですけど、テレビ CM からキットカットを外したのは高岡さんの功績というか、で彼が言ってたのはもうすでに日本というのは高齢少子化の時代になってキットカットを新しく若い人たちに知ってもらうというか子供に知ってもらうっていうところのコスパが悪くなりすぎてて、すでにキットカットのヘビーユーザーだったファンの方々がリピートしてこれまでは1ヶ月に1枚しか買ってくれなかったのを3枚4枚買ってもらうようにするためには温度メディアだったりウェブ広告だったりネットメディアだったり効果測定ができるメディア、こっちの方でやった方が当然いいのでテレビ CM やめちゃったよっていう風にお話しされてましたけれども、おそらく多くの企業がそういう風に考えてたんじゃないかなと。これまでね、テレビ CM をやらないと売り上げ下がるんじゃないかっていうことで仕方なしにやってたわけですけれども、フジテレビのこういう不祥事があったきっかけでやめるのも言いやすいじゃないですか。フジテレビの営業の人が来て、いやこれまでもお願いしてたんで、これからもお願いしますよなんてね、言われたり、わかんないけど、女子アナの接待に連れてこられるのかどうかわかりませんけれども、僕はそういうね、テレビ CM のライブダウンの時に出してましたけど、性接待は受けたことないですね。女子アナ連れてこられなかったですね。残念ながら。電通とか博報堂とかそういったところが間に入るんで、もしかしたらクライアントさんにはそういうのないのかもしれないですけれども、そういうことになっていて、あと宣伝部の人との癒着なのか結びつきなのかわかりませんけれども、こういったところもあるので、なかなか無限に断れない、これまでの関係もあるんで断れないってところもあるし、売り上げが下がるのも怖いということで、ずっと取引を続けてたんですけれども、これを機にやめたら意外と売り上げも下がんないし、あんまりこれコスパ良くなかったよねっていう結論になって、もっと温度メディアに金を使おうなんてお話になるかもしれません。我々 SNS メディア&コンサルティング株式会社でも企業のですね、動画の温度メディアを制作支援する私のコンサルも入るようなメニューを提供しておりますので、ぜひそちらの方、興味ある方はですね、お問い合わせください。あとですね、僕はこうやって YouTube で配信をしてるフジテレビ問題配信してるんで、フジテレビネタのですね、垂れ込みが結構入るようになって、来ておりまして、とある経営者の方からはですね、目覚ましテレビかなわかんないですけど、早朝のテレビ
に出た時に某県知事って言ってましたけれども、その方が女子アナに非常に卑猥な言葉を朝から楽屋で投げかけていて、めっちゃセクハラやった、気分悪くなったみたいなお話をされておりました。その方は本当に気分を害されたそうですが、そんなにもう平成になった世の中でですね、楽屋で女子アナに出演者の前でそんなこと言っちゃうんだみたいな、下ネタバリバリ全開でね、夜の飲み会で3次会とかで言うんだったらまだしも、おじさんがね、女子アナの前で、多分そういう文化に浸りきっちゃってて、しかもこれが例えば最近だと普通の一般企業とかタレントがやったりしたら週刊誌とかに垂れ込み、あるいはなんかネットの YouTuber なんかにですね、垂れ込みをして、あの人こんなこと言ってたよみたいなことを言われてしまうんで怖いんでしょうけど、テレビ局の人たちって自分たちがメディアで、自分たちがメディアコントロールできてると思ったからやりたい放題で外部からのチェック入んないんですよね。だから、まあ普通だったらこれね、普通の会社の会議室で女子社員向けになんかそのね、みたいな話をしたら、そりゃあんた大変だよねっていう、絶対首飛ぶよねみたいな、そんな感じなんだろうけど、フジテレビはそれどころかですね、公職についてしまうような人がそんなことを言ってしまっているっていうことが、やっぱテレビ局最大の問題なのかなって思います。だからなんかね、テレビ局を不祥事で辞めた長谷川豊さんみたいにですね、早めに辞めちゃった人はですね、まあその異常性みたいなものをですね、早めに知って行動修正できていると思うんですけれども、今までずっとフジテレビ社内とかで出世をして、そういうチェックももうされないような社長とかですね、取締役とかになっちゃうと、まあそういう風になっちゃうのかなーなんてね、話を聞いたりします。まあ他にもね、ちょっとなんかもうあまりプライバシーが激しすぎてちょっと言えない話が多いんですけれども、言える話がまた垂れ込まれたらお話ししたいと思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。